今マイアクチュエーターがドンガンに作った新しい工場から配信しています。皆さんマイアクチュエーター知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、今多分その人型ロボットを支えるモーターだと世界で一番たくさん売れている、特にアマゾンとかメタとかの研究開発チームにすごい売れてる、そういうモーター屋さんです。僕は、スイッチサイエンスでそこの代理店をやってます。なので、そもそも DD や QDD って何だっていう話から、人型モーターの会社がなんで中国から出てきてるんだっていう話から、かつ最後 Q&A のところでは CEO のトニーも合流して、中国の他の会社とマイアクチュエーターがどう違うのかという話も含めて30分お話しさせていただこうと思います。よろしくお願いします。でアジェンダは、ちょっと今日巻いていかないといけないのでちょっと早めに飛ばして、最初まずそもそもマイアクチュエーターがなんで、どこいう人に向かって売れてるのかという話ですね。これはマイアクチュエーター側の内部資料から今日出していいと言われて出してるんですけど、アップル相手に年1万台売ってる、アマゾン相手に年1万台売ってる、多分中でR&D をしてるんですよね、人型ロボットの。で他にもダイナロボティクスとかファーナロボティクスとか、そういう会社に年1000台とかそういう規模で売れている。でなんでシリコンバレーの会社で、今売上全体では海外売上の方が多くて一番たくさん売れてるのはシリコンバレーからの発注ですと。でなんでシリコンバレーでマイアクチュエーターのモーターが選ばれてるのか。一つはその QDD のコンセプト、これはアメリカで生まれてるんですけど、それがちゃんと売れるものになってるというところで一個大事ですと。で例えば、他にも例えばダイナミクスでも最近 QDD 作ってDD 作ってるし、日本だと、T モーターの QDD 部門の、何でしたっけ、メカちょっと待って、パッと名前出てこないんですけど、いくつか会社があるんですけど、その中でもマイアクチュエーターは、よく売れています。先行者というのが、先に1個言ってるっていうのがある。それから売れててブランドがあるっていうのもある。もう一つはちゃんと大量に製造しないとクオリティが安定しないみたいな部分が DD、QDD の特にセンサーの部分にはあって、そこが同社のコアの一つなので、生産技術のイベントでその話するのすごく大事なので、今話した実績がすごいぞっていう次にはこの中身の話をしていこうというふうに思っています。でそもそも DD や QDD は何だという話で言うと、MIT の犬型ロボットチータ、多分皆さんその動画を見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、あれで一発で有名になった概念で、減速機が低いまたは減速機がそもそもない、ものを使ってモーター本体のトルクがでかいことによって無理やり回しても壊れないとか、あとバックラッシュが基本的にそのギアがないと存在しないとか、そういう部分でなんていうか長所があるモーターではあります。で人型ロボット作るとか犬型ロボット作るみたいな用途だとそういうタイプのモーターがすごく向いています。ハーモニックドライブのモーターがいきなりいらなくなったわけではなくて、今でも産業用ロボットのほとんどはハーモニックドライブで動いてますし、超高精度な位置決めをやろうって思うとハーモニックドライブのいいことはいっぱいある。あとこの手の DD、QDD でかつ位置決めもちゃんとやる、トルクもちゃんと出すというふうに思うとかなり高速なマイコンとセンサーと、あとこういうモーター単体でトルクを出すためにはたくさんの磁石と、それを制御する部分の、機械部分がいる。でそういうものがこの10年ぐらいで急に揃ってきたという、だから昔だとなくて最近生まれたそういう製品だし、昔あるモーター市場を食べに行ってるのではなくて、人型ロボットみたいな新しい市場のためにこういうモーターがすごく売れていると。そういうなので同じモーターでも、ニデックとかが作ってるものとはちょっと違っていて、新しいモーターが生まれた。で新しいモーターは新しい会社が作っていて、それを新しい人たちが買っているというふうに、大ざっくりには覚えておくといいのかなと思います。どういう部分が新しいか、原理的な部分はこのページに書いてあって、このページの内容はググればもっと詳しい情報がいっぱい出てくるような一般的な知識なんじゃないかなとは思っています。これもそうですね。ハーモニックドライブと DD や QDD の、比べ方でDD や QDD だと高精度な位置決めをやるのは結構難しい。そのためには、トルクセンサーが必要になるし、あと高精度なマイコンが必要になる。でマイアクチュエーターは、トルクセンサーの、部分を電流制御で、トルクを出してます。で電流制御のトルクって理論上は出せるんだけど、実際に出そうと思うとモーターの大きさが違ったら全然違う、モーターがあったかくなるか冷たくなるかで全然違う、製造した時の個体差によって全然違う。なので理論としてはあるんだけれども、モーターでのトルク制御というのは理論としてはあるんだけれども、実際に製品でやろうと思うとめちゃめちゃ課題が多いということがあります。で、マイアクチュエーターは自社で生産ラインを持つことや、複数の分野の研究者を社内で、
重ねて、で論文書くような研究というよりは一個一個個別にちゃんとファームウェアを調整するとか、テストを社内でやるとか、そういうこういう製品に見合った量産技術を社内で実現することによって、他の会社から見てみても、これだったら買う意味があるだろうという製品を作っています。なのでマイアクチュエーターの凄さの一つは、そういう生産ラインの作り方やそういう生産ラインにお金を使うということが他の会社ではできないんだけど、マイアクチュエーターはやった、そういうところに1個特徴があります。これはマイアクチュの会社概要です。去年の段階のデータです。できてまだ、6年ですかね、今年で6年目。従業員そろそろ100人ぐらいになります。売上は年で10億円ちょい、つまり会社の規模としては全然大したことないんですよね。年間10億円って、自分の部署の売上より少ないっていう人がまあまあ多いんじゃないかなとは思います。ただそういう吹けば飛ぶような小さい会社が年間 50% 以上成長している、会社の売上の7割が海外、そしてマイアクチュのモーターをシリコンバレーの有名な会社がいっぱい買っている。なんていうか、新しい会社が新しい種類の生産方式にお金をたくさん投資をして製品を作って、それをやはり海外の新興企業が買っている。その意味で同じハードウェアを作っているんだけれども、お金の回り方やお金の投資の仕方や、物の売り方買い方が、他の会社と、もう100年成立していて、黒字の中から次のところを投資するっていう会社とはだいぶ違うんだなというところは一個気にしていた方がいいんじゃないかなとは思います。これは僕の、考え方ですが、お金の使い方というのは生産技術の一部なんではないかなというふうに思うし、何のために工場を作るかというのも生産技術の一部なんじゃないかなとは思っています。でですね、これが今まさに今日の午後からここにいるドンガンの新工場の写真なんですけど、去年の11月にマイアクチュエーター本社は蘇州にあるんですよ。今でも社員のほとんどや R&D は蘇州でやっているんですけど、製造はドンガンに移そうということになっていて、今ドンガンに生産ライン絶賛拡大中です。でドンガンに来た理由は、1個は深センに使ってくれる会社が多いからっていうのがあるんですけど、もう1個はモーターによく使う磁石の類とか機械部品は結構ドンガンで買っていて、なのでそういうサプライヤーと近いところにあることに意味があるかなと。ただ R&D で特に電気回路の周りとかは蘇州にあるエンジニアたちと今も続けていて、蘇州潰すつもりはないみたいです。蘇州とドンガンの両方でやっている。でこれは今作ってる最中のアッセンブリラインです。でこれは外装の部分、マイアクチュエーターってすごい多品種の少量生産をやるので、モーターの外装とかの金属部品は基本的に社内で作ってるんですよね。でなのでファナックの機械すごいたくさん買って、でそれでガリ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 削って機械を作ってます。ギアの類は買ってるんですけど、たくさん多くの金属部品は自分たちでアルミなり、もっと硬い合金なりを削って自前で作っています。これはモーターをアッセンブリするために必要な軸ですね。でこれは、さっきの生産ラインを別の角度から写真撮ったやつで、これが社長のトニーです。後で、合流してきます。でこれはマイアクチュエーター基本的には DD と QDD の会社なんですけど、今年の後半ぐらいからハーモニックドライブ付きのモーターも作るんですよね。原速機36対1みたいな。でそういう原速機の高いモーターだとカレント、モーメントモデルでのトルク制御が使えないので、トルクセンサー外部から買ってきてつける必要があって、で深センの XJK か XJK っていう最近話題のトルクセンサーメーカーのモーター入れて、あとトルクセンサー入れて、でいわゆる、昔からあるような高精度域面ができる、かつトルク制御もできる、そういう、ものを作ったりもするそうです。でどういうメンバーでやってるかというと、後で合流するトニー、中国の名前はリーズ、ズーションがもともとブラシレスデータの専門家で15年以上ずっとモーターを作ってました。で CTO として制御の専門家、カンやイーサキャットの経験がずっとある、人が入っていて、で初期に投資した株主のパートナーとしてもともとテスラで、AI エンジニアやってましたとか、メタでコンピュータービジョンやってましたみたいな人が、入ってきて、そういう部分の AI のアルゴリズムとかメカの精度とか電流回路の設計とかを、できる人が一応全員自分もお金を出してます、つまり会社のために何でもやりますみたいな感じの株主として参加している。でそれによって、お金集めもある程度成功して、マイアクチュエーターならではの生産ラインというか、製造が面倒くさいものをいわゆる職人芸的なチューニングを繰り返しながら量産する、そういう製造ラインの作り方をしている。で電気回路と、このカレントモーメントモデルの温度が変わると急にやることが変わるみたいな部分の設計をや調整や一個一個作った時の調整とかを一応社内で全部やれている。キャリブレーションの仕組みも社内で持っている。でそうやって出来上がったモーターは使うのも
海外で犬ロボ作ってますとか人ロボ作ってますみたいないわゆる変な会社が多いわけなんですが、そういうその変な会社の新しい分野に向けて、リスクを負った、製造をしている。で機械精度の高い組織で創業して成長の高い、鈍眼農家の工場年 50% ぐらい成長っていうことは逆に言うとその毎年あらゆる目標を5割増ししないといけないので経営もそれなりに大変なんじゃないかと思うんですけど、でそれってそういうそのなんていうか冒険的な経営って実直に設計していく人といまいち相性が悪い気がするんですけど、そういう意味でのなんか設計的な実直さとお金の使い方の部分での放蕩さが両方あるというのがマイヤー経営の結構珍しいところなんではないかなとは思います。今日昼間もここのイベント始める前に最近どうなの M5 みたいな話をしていて、で、ESP と一緒になってリソースはすごい増えたんだけど大株主が ESP になったからプレッシャーがちょっと上がったよみたいな話をしてた時にやっぱり彼もその経営的にどこを目指すかとかそういう話をすごい気にしてました。彼自身はガチガチのモーター屋さんで技術の話もいくらでもできる人ではあるんですけど、でもその彼にとって何に向けて工場を設計するかどこに向けて生産なんていうか設備作るみたいな話と経営の話やっぱセットみたいで、それが一人の中でも2つの分野が見えている、かつ2つ以上の分野が見えている人が集まって会社を作っている、かつその全体が年に5割ずつ成長するから視点がどんどん変わってくるはずなんですけど、そこが変化しながら動いているみたいなことが会社の中で両立しているのはすごいことなんだなというふうには思っています。なので今日の僕のプレゼンも技術の話とお金の話を混ぜながら進行していく感じになるかなとは思っています。でその何回も口に出しているその電流制御でトルク出す、これはなんでその方がいいのか、あとなんでそれができるようになったのか、もともとで言うと基本的にトルクセンサー使うのが一番いいと思うんですよ。ストレンゲージが入ったトルクセンサーを使って重さがかかってるかかかってないかをセンサーで測定するというのが一番いいやり方だとは思いますと。でこれはセンサーを使うので精度が出しやすいんだけど、問題はトルクセンサーって重たいものを持った時と軽いものを持った時で両方とも制御できるっていうセンサーあんまないんですよね。一定の範囲しかできない。それからセンサー自身が少しパワーを食ってしまう部分がある。でそれに対してモーターは物を持った時にも動かす時にも電気を食うんだから、その電気がどんな風に変化したかでトルクを計算するのは理論上それでできるはずなんですけど、モーターの条件って全然線形ではない変な変化をするのでそれをモデル化するのが難しいんですよね。でアルゴリズム一発では取れないし、なぜか同時に2個作ったモーターの2個1個1個の返ってくる値が違うみたいなことが多々あります。なのでその電流によるトルク制御って世の中でやってる会社はすごいいっぱいあるんだけど、大きいロボットで売り物になる形で実現してるっていう会社はすごい少ないし、例えばテスラとかは内部でやってるんだと思うんですけど、それを外に向けて売ってるって会社になってくるととても少なくて、なので高精度なトルク制御が必要なことをやろうと思っている、かつ DD、QDD を使いたいっていうふうに思うとマイアクテーターをみんなが買うのは分からんでもないかなとは思っていますですね。一応僕が自分でテストしたわけではないんですけど、カタログスペック上はそのマイアクテーターのモーターってその電流制御だけで一応 0.1 ニュートンナノの精度を実現してて、でやろうと思えばあるかないかっていう限定だと一応 A4 の紙を持ってるか持ってないかが分かるというふうには言ってます。でそれによって、グリッパーとかコンプライアント動作みたいグリッパーの制御みたいなもっと昔だとできなかったようなこともこのセンサーを使ってやろうというふうセンサーを使ってこのアルゴリズムを使ってやろうというふうに考えてるんじゃないかなとは思います。でなんでそれが他社に真似できないかというと、さっきも話した通りそのカレントモーメントで作って制御するモーターって量産がすごい難しいんですよね。モーターコアは買ってこれる。実際にマイアクチュエーターもギアとか、マグネットの類は買ってるんですよね。なんだけど、それを組み合わせた時にどれぐらいの効率で熱で共振するかっていうのはモーターになった状態からアルゴリズムを作んなきゃいけないので、そのモーター作る人とアルゴリズムを作る人が別の会社に所属してるとなかなか難しいんですよね。で、減速器もこれ入れた瞬間にまた属性が変わるので、自分の会社のものだって入れる減速器を使わなければいけない。買ってきてもいいんだけど、買ってきたとしても毎回同じものを使った上に最後のファームウェア調整の部分でちょっと調整するみたいなことをやらないと、まともなトルク制御ができない。で、マイアクチュエーターは多分そのR&D のチームで一番でかいのは電気回路を作ってるチームで、そこが彼らのデュアルエンコーダーを作ってるんですよね。でデュアルエンコーダーがあるとエンコーダーのズレを自分たちで検知して補正ができるので、でもその部分は中のアルゴリズムと、電気回路の部分を両方一緒に作らなければいけない。
それから新しいマイコンだともっと早い、検知ができるので、今のマイアクチュエーターで一番高い、一番新しいマザーボードだと600メガぐらいのマイコンプラス NPU がついてるものを使ってるんですけど、そういうものを買ってきて使おうと思うようなエンジニアが中にいないといけない。で、さっきの、電気回路詳しいっていうのと、今のカレントモーメントができるっていうのはそもそも別の話なので、制御に詳しい人が社内にいないといけないし、それを、テストして、で、アルゴリズム化して反映するみたいなことも自分たちでやらなければいけない。なので、個々の一個一個の部品だともっといいのを作る会社は世界のいろんなところに多分あるんじゃないかなとは思うんですけど、それを統合して、チームとして作るのは結構難しい。で、そうやってチームとして作っても、年で10億円しか売れない。っていうことを考えると、なかなか他の国でこれやるの難しい部分があるんではないかなとは思います。で、デュアルエンコーダー、その回路の部分でいいのを作ってるのはとても良いことだなと思います。中国の他の、DD、QDD の会社、エンコーダーはシングルなことがほとんどだと思います。その分安かったりしていいことはいっぱいあるし、なんていうか、回転体に入れようと思う、なんか AGV を走らせるとかそういう時にデュアルエンコーダー使うのはなんていうか、トゥーマッチだとは思うんですけど、その意味でロボットアーム的なものをやろうと思った時にデュアルエンコーダーがあるとバックラッシュの補正できるし、異常の検知ができるし、やろうと思えば物持ってるか持ってないかの検知を、トルクセンサープラスこれでできるようなことができるし、なので良いことがいっぱいあるかなというふうには思っていて、でマイアクチュエーターのモーターはそれが入ってる状態でも中国でもっと安いメーカーはあるものの、でも外国のメーカーと比べるとびっくりするぐらい安いわけですよね。でなのでこういうメカ部分の知識を社内で貯めたいわけではなくて、我々はロボットが作りたいんだっていうシリコンバレーの会社が争って買いまくる意味が分かる気がします。で、そういうなんていうか新しい会社、新しい世界への対応なので、認証部分はなんていうか日本だともっとたくさん取ってる会社がいっぱいあるんじゃないかなとは思っています。どっちかっていうと海外の会社から要求が来るたびにある程度そういう認証があるんだと、じゃあ社内でも体制を作って取りに行こうみたいな形の取り方をしていくんではないかなとは思います。どっちかっていうと海外認証を取るというよりは安全でちゃんと動くモーターを作りたいんならエンコーダーは二重にした方がいいよねとか、そういう部分で仕様で満足していくことが多いのではないかなというふうに僕は見ていて思いました。で横に今ちょっと取りに来たので早めにちょっと巻いて終わらせて QA のタイムを長めに取ろうかなというふうには思っています。でもう一個マイアクチュエーターの一個のポイントとして、ファームウェアがオープンソースではないものの自分たちで動かす時に作りやすいファームウェアを社内でちゃんと公開しているというのがあるとは思います。ファームウェアそのものはプロプライタリーです。でユーザーがファームを焼けるかというと、不良品のなんていうか修正とかでたまにファーム焼くのを許可してくれることはいっぱいあるんですけど、基本的には、ファームは、社内で作って社内で焼くということにはなってます。我々みたいな代理店が代わりに焼くことはなくはないんですけど、とはいえユーザーに勝手に焼いてほしいと言って売っているわけではないです。そういうところは M5 とかラズベリーパイとはだいぶ違います。ただそれに対して制御ソフトは無料で公開してますし、公式の SDK 出してますし、あと彼らはCAN での、プロトコルそのものを公開して、で外部の会社が、彼らの技術を使って自分たちの製品を作るということをかなりウェルカムでやっています。テストデータ問い合わせ前提なんですけど、ウェブで公開ではないんですけどテストデータもらえますし、あとエンコーダー基板だけ売るとか、あと組み込み前提のなんていうかフレームレスですね、フレームレスの、インシュレーターと回るところだけのモーターみたいなものも売っていて、でこれは、注文ごとに、作り直したりなんだりすることをしています。会社来るとよく他の会社のロボットエンジニアがいて一緒に仕事してる様子を見る時もありますですね。でそうやってプロトコルをある程度ちゃんと公開する、その CAN や EtherCAT は、485の、通信内容を公開してコマンドやパラメータを出せるようにしておくと、実際にそのアクチュエーターユニットが出来上がって製品になった時に、例えば四つ足のロボットとかを作った時にそのロボットの動き方を変えるみたいなところを、かなりオープンにできる。でその結果を GitHub に公開するとかそういうことに対しても、マイアクチュエーター側としては何も言わないし、むしろなんなら、貢献してくれる。でそういう開発エンジニアから見て使いやすいようになっているっていう部分には、おそらく株主として入っている外国人のロボット開発者がうまい感じで意見言ってるんではないかなと、僕は考えています。そういう意味でなんていうか一個一個やってることはある程度なんて言うんでしょうね、他にもできる会社が
いるとは思うんだけれども、それをいい感じですり合わせて、でかつソフトウェアとハードウェアであったり、生産ライン作りと経営であったり、本来すり合わせの範囲じゃないようなものもいい感じですり合わせてるところに、マイアクチュエーターのいいところがあるんではないかなというふうには思っていて、日本の中国産業研究だと、日本がすり合わせで中国がモジュール化っていうのが今でも声としては大きいんですけど、最近見てると少なくとも中国で今のところうまくいってる会社はその2つって同じ会社でできるんですかみたいな部分をいい感じで合成したことによって面白い製品を作ってる会社がすごく多いなというふうには感じました。マイアクチュエーターもその一つではありますですね。ちなみにこれは、去年の時点でのラインナップとスイッチサイエンスでの価格表です。優勢ギアのものもありますし、ハーモニックのものもありますし、下の方の中空 DD っていうのは、そもそも組み込みでないと使えない中身のやつが入ってる、違う違う、一番下のフレームレスアウターローターっていうのが、実際にロボットに組み込んだり時に使うような、なのでスイッチサイエンスでも在庫してるわけではなくて、注文があった時に改めて下ろしますみたいな、そういうタイプの、モーターです。会社全体では確か 100SKU ぐらいあるはずです。だからものすごい多品種少量生産を行っているはずです。で、それぞれ全部、カレントモーメントのモデル違うはずなので、しょっちゅう開発してるんだろうなというふうには思っています。で、実際同社では人型ロボットの身長80センチを作るんだったらこういうモーターを何個買った方がいいよみたいな部分を公開していて、これはスイッチサイトのサイトにも載ってるんですけど、どの部分に何のモーターを使うとある程度できますよみたいな活用事例を公開していて、で、そういうことをなんていうか全部ハーモニックドライブで組むのに比べると減速機だけでも倍ぐらいの値段がかかるっていうことを考えるとかつ、他の会社だとこんなに広い範囲を一社でカバーしてる部分がない気がするので、値段とできることの両方で、この会社の製品がよく売れるのはよくわかるよなというふうに思うポイントではありますですね。でそれがその最初のポーのページに書いてあった外国ですごい売れてますよということにつながってます。なのでちょっと QA の前にまとめすると、結構一言で言うとどこがすごいというよりは、モーター物理と制御と AI をちゃんと垂直統合してるの偉いなというふうには思っています。センサーなしで、この精度を出しているのは大したものです。それから6シリーズ100機種デュアルエンコーダー標準装備で、SKU を管理するだけでも大変なはずなのにこれをちゃんと作ってるのは偉いです。でかつ外国のエンジニアたちが使いたがるような、ソフトウェアとアルゴリズムのSDK をちゃんと公開しているところも偉いですし、部品調達は中国だと簡単にある程度できるんですけど、買ってくればできるっていうタイプの製品ではないんだろうなとは思っています。でマイアクチュエーターはおそらくだけれども、日本のモーター屋さんのシェアを食べてるわけでは全くないと思います。というか日本でむしろ同じ種類の会社ってあんまりないんではないかなとは思います。ただ、これから先立ち上がるであろう新しい産業、何かしらインテリジェントでなんかもうちょいいい加減に動かしても動くようなロボットを作ろうと思った時に、多分必要とされるのはこういう会社から出てくるようなものなんだろうなというふうには思っています。なので新しい市場に向けて新しい会社がその製品と市場とソフトウェアハードウェアの技術を総合して対応している会社が、中国のロボット企業には多めに見られて、そういう統合やクロスオーバーってメーカームーブメントの一個の側面なんじゃないかなと僕は思ったりしています。なのでこういう仕事をこれからもやっていきたいなというふうに、僕も考えてはいます。ということで、ちょっと何分か QA できるかな。5分10分ぐらい QA ぜひやりましょう。なお、こんな感じでなんていうか新しく見つけた面白い、ハードウェア製品はなるべく紹介していきたいし、売れないものでもブログに書くなりなんなりみたいな形で、広めていきたいなと思うので、これからもよろしくお願いします。横にトニーいるのでぜひこのまま QA に入りましょう。よろしくお願いします。画面共有1回。ありがとうございました。はいはい、それではじゃあ質問のある方挙手をお願いします。QA は、なるべく長めに取りたいなと思ってますので。ありがとうございます。永井さんよろしくお願いします。永井さん、ミュートを外して、質問の方よろしくお願いします。OK、どんな開始 QA。こんにちは、永井です。今日はありがとうございます。いい QA。はい。いいですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですよ。はい、聞こえてます。お願いします。はい、発表ありがとうございました。いくつか質問があるんですけど、デュアルエンコーダーが搭載されてるって言われましたけど、これさっきの資料を見てると入力軸と出力軸を見てるっていうふうに書いてあったんですけど、そういうことは減速機付きのやつに限ってデュアルエンコーダーなんですかね。それともシングルでも、シングルって言い方変だな、減速機なしのやつでもなんか二重に入っててお互いに位置を検知し合うような仕組みになってるということですか。2面、OK、
ちょっと通訳しながら説明しますね。现在里面的产品，大部分的产品 encoder 两个吧。一部分里面的产品用的 harmonic drive，大部分的产品没有的 harmonic drive。当用 harmonic drive 没有 harmonic drive，じゃあ两个产品都用的两个 encoder 对吗？对，所有的全是。基本的には全部の製品にデュアルエンコーダーを入れるようにしています。そうです。それは IC61508 対応でそのお互いの故障検知ができるようにしているという意味ですね。じゃあ两个 encoder 互相看看是其他的问题对吗？两个 encoder 的功能简单介绍怎么样？第一个 encoder 是用于做电机端的检测，比如 FOC 的运算啊，这些电机的位置，检测电机的位置。那 second encoder 是用来检测输出轴的位置 ，output shaft 的位置。OK。一つ目のエンコーダーはモーター本体の FOC とかその周りを見ている。二つ目のエンコーダーはアウトプット周りを見ている。なので両方監視しているという考え方で間違っています。はい。位置をチェックし合うような感じですね。はい。两个エンコーダー都監視が。两个 encoder 的信号全部会接到驱动器上，然后驱动器能做出来。これモーターにそのサーバーも一体になっているということですかね。はい。今おっしゃってるサーボっていうのはあれですよね。そのなんていうか、コンピューターからの信号を受け取ってどう回るか決めるっていう部分ですよね。そうですね。トルクを発生させるそのパワートランジスタが入っているドライブのユニットですよね。はい、そうです。全部が一体になってます。はい、全部がいっぱいになってます。上位にコンピューターがあって、それがイーサーキャットとかなんか通信でつながってそれぞれ動いていくということですね。そうです。中にマイコン基板が入ってます。で、そのマイコン基板の方はコンピューターからシリアルで信号をもらって具体的にどう動くかの、細かい、命令を自分たちで発生させます。だからドライバー一体型のモーターだと。当然可以啊。はい、そうです。ありがとうございます。はい、ドライバー一体ですね。はい。中国でもこの分野は今非常になんていうんですかね、御社マイクチューターだけじゃなくていろんなメーカーがホットで、大資本の大手メーカーの参入っていうのも、イノバンスであったりシャオミを含めて結構入ってきてると思うんですけど、そこに対してやっぱマイクチューターさんの強みっていうのは先ほど高須さんがおっしゃられた、インテグレーションっていうところになるんでしょうか。それとももう少し違う観点があったりするんでしょうか。なんかそこあたり何か、なんですかね、意見や思いがあれば教えてほしいなと思います。OK，good question，good question。他问问你，现在中国大部分的公司も越来越多吧？做模组的。做模组的。で、一部分的公司非常大的公司吧，比如说小米做多系的一个系的电机吧，你的看点里面的特点还是什么？做竞争激烈现在的情况。就我们的特点是。就里面的特点，还有是里面像小米电机还是里面什么做区别？确实中国现在做这种关键模组的电机很多。但是像机器人公司也会在做这种，比如 Unitree，小米也会做这种，但是他们更多的是给他自己的这个机器人做配套的。对。他的目的其实不是单独的去卖电机，因为对于他们来讲，这个不是他们主业。那我们的好处就是在于，跟这些公司比，我们的核心产品就是模组，而且我们的信号的布局，我们产品的产品线布局很多。对，太多。然后像这类公司，它不太可能会给你，比如说你如果是买了模组的话，它不太可能给你做技术支持。Zero 那个时候，那我们更多的是响应客户的这个需求，提供很多的 customized 的服务，这个 technical support， 在模组这个层面。对。现在里面的销售的OEM 还是你们自己，现在100%怎么样？现在去年的数据是50-50。对，今年的数据可能会standard 的 products 会更多，因为我们很多客户在做完前期的这个定制以后，它的这个要转入量产，它就希望跟标准品对接，这样的话，它的整个的备库压力会比较少。对。すごいいい面白い回答が来ました。一番の違いはやっぱりビジネスモデルで、もちろんそのユニツリーとかシャオミみたいな会社が自分たちのロボットに使っているモーターを小売りするっていうのは、良いものができるに決まっているし、コスパもその方が良くなることが多いと。問題点は彼らは自分のために作っていてお客さんのために作っているわけではないから、お客さんの製品のカスタマイズということが基本的にはできないと。
で、マイアクチュエーターを振り返ると、今のマイアクチュエーターの売り上げの半分ぐらいが自社の標準品、残り半分ぐらいは OEM で、最近マイアクチュエーターはすごい有名になってきたから、来年は多分標準品の売り上げがもっと上がりそうな感じがするんだけど、とはいえ、相変わらず開発の 50% は OEM、そして OEM のいろんな会社がマイアクチュエーターにいろんな課題をくれて、そこから標準品ができることはすごく多いと。なので、軸足が、OEM カスタマイズ品に置けるということが結構大きいし、それは Xiaomi や Unity はなかなかできないんではないかと。なるほど、なるほど。それすごいいい回答です。ありがとうございました。非常に勉強になりました。Da fehlt ja4進1、2面で3点。いや、2面だ、シングルでフリーだよ。まあ、M5 もすごいよく似てますね、そこは。はい、どうぞどうぞ。なるほど、なるほど。はい、売上の大半がやっぱりその、シリコンバレーからの、大きな受注がいっぱいあるっていうことなんですけど、そういうところはなんかどういう経緯でなんか受注に結びついたりするんですかね。わざわざその GAFA のようなところがその中国に探しに来て、そこでたまたま見つかっているのか、それともその、マイク・チェイサーさんが何かアクションをした結果、なんかそういう受注に結びついたのかっていうと、いかがでしょうか。为什么加列的海外的非常大公司找到你呢？几个原因吧，就是首先我们出海就是做海外市场的拓展是比较早的，是比较早的。第二个原因是因为我们比如像美国的几家公司，我们在美国是有分公司的，对，提供本地化服务，他们就会找我们就会更多一些。对，里面一部分优势が加列的欧美人的グループ。对。まず一つは、マイアクチュエーターの海外展開は中国の他の会社より早かった。それから単に早いだけではなくて、ここの役員に乗ってるうちの一つは、マイアクチュエーターアメリカっていうのを経営してて、一応その、こんだけカスタマイズが大きい会社が、アメリカでもカスタマイズの受注を受けていると。なるほど。で、人型ロボット作ろうみたいな時に、一緒になって作ろうみたいなことができると。マイアクチュエーターは基本的にモーターを作る会社でロボット作る会社じゃないから、モーターの部分はすごい協力するんだけど、だから相手の会社がいい製品を作るために知識をバンバン相手に渡すみたいなことができると。で、それをアメリカ相手にできたことが結構大きかったんだと思います。そのさっきの高橋さんの質問の時の OEM の話の時に、トニーの回答が長くて、僕の回答が多分翻訳がすごい短かったんだけど、その時にカットした部分は、その彼がマイアクチュエーターとしてはモーターの知識以外はお客さんにバンバン上げてもいいわけですし、相手の会社が成功してくれることの方が大事なので、その意味で、知識をなるべく外には出した方がいいと思っていると。自分たちはハードウェアやってお金儲けてるんだから、でお客さんが儲かることは自分たちにとってもいいことだから、そういうふうなことをやろうというふうに思っていると。その姿勢がだいぶ違うと。でそれをアメリカでもできているところが一個大きいポイントなんだろうとは思っています。なので前の回答と今回の回答はちょっとつながっています。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、サプライチェーン的なすり合わせがすごく、大きな結果を生んでるっていうことだと、理解しました。ありがとうございます。人型ロボットで今 AGI ボットというのが結構日本に入ってるんですけど、これに御社のモーターが使われてるですか、それとは違うんですか。你们记得是的 RG bot 吧 ？AGI 对，这是你们的 case 吗？我们供一部分手腕电机给他。一部分アームの特にテキュールあたりの部分にモーターを供給していると言ってました。わかりました。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。じゃあお時間も来ましたので、ここで終了したいと思います。高さん、トニーさん、ありがとうございました。Thank you. Bye bye.